PC をアップグレードするために CPU とマザーボードを買いました。この CPU は35,000円ですが P コアと E コア合わせると14コアもあります。マザーボードはアスロック製でチップセットは B760 を使っています。SATA ケーブルと M.2 用のスペーサとネジが入っています。マニュアルは英語です。メモリーは DDR4 で4スロットあります。バックパネルは最初からついていて Type-C のポートもあります。RAM も 2.5GB のがついています。 Wi-Fi も穴が開いてるので後付けできます。M.2 のスロットは3つありますが1つは Wi-Fi 専用です。次に CPU を開封していきます。CPU クーラーが最初からついてきます。このクーラーではブーストした時の 150W には耐えられないです。CPU を取り付けていきます。金属を触って静電気を除去します。ゴミが入ると接触不良になるため蓋の開閉は短時間で行います。CPU の方向を合わせておきます。切り欠きが合えば大丈夫です。カバーが取れません。蓋を閉めるとカバーが取れました。このレバーは結構硬いです。カバーは大切に保管しておきます。次に CPU クーラーを取り付けます。付属のクーラーはクリップ式です。正しくついてるかどうか裏から確認します。CPU ファンの配線をします。次にメモリを取り付けます。このメモリは使っていた DDR4-8GB 2枚です。2枚の場合この位置に取り付けます。次に電源をつなぎます。
マザーボードは8ピンですが、電源が古いので4ピンです。今回は CPU ブーストと無理はしないので、これでいきます。パワーボタンのジャンパをショートさせて電源を入れます。無事に起動しました。BIOS のバージョンは 1.14 のようです。BIOS のアップデートをしておきます。ダウンロードしておいた BIOS を USB から読み込みます。何やら怖そうなメッセージが出ますが、イエスを押します。バージョンが 2.05 にアップデートできました。次に M.2 SSD をセットします。こちらの SSD も使っていたもので 1TB です。この SSD は低速なのでヒートシンクはいらないと思いますが、なくすといけないので蓋をします。次に Windows 11を入れていきます。インストール USB から起動します。プロダクトキーを入れます。SSD をフォーマットしてクリーンインストールします。マイクロソフトアカウントを入れます。安全のためピンを入れておきます。この辺のオプションは全部オフにします。アスロックのドライバーを入れます。
再起動したら完成です。動作確認の意味でもシネベンチを回してみます。シネベンチはマイクロソフトストアからも無料でダウンロードできます。10分間回してマルチとシングルの速度を測ります。前に使っていた CPU との比較です。ライゼン2600に比べてシングル、マルチ両方で2倍の速度が出ています。しかし14コアの実力はこんなものではないはずです。次回のビデオでは CPU クーラーを変えて CPU のブーストに挑戦したいと思います。よろしかったらチャンネル登録お願いします。